皆さん、こんにちは。テック&テイルズです。スマホ加速度データの活用シリーズ、第5回目となる今回は、自己相関係数による歩行分析をテーマにお話しします。前回まではデータの整形やピーク検出を行ってきましたが、今回はデータの中に隠れたリズムや周期性を統計的に見つけ出す手法に挑戦していきましょう。本日のアジェンダです。まず、前回までの流れを簡単に振り返ります。その上で、今回のメインテーマである、自己相関オートコリレーションについて解説します。具体的には、自己相関とは何か、そしてそれを可視化する、コレログラムの見方について学びます。後半では Python のライブラリーを使って、実際に Physics2Locox センサースイートで計測した歩行データのコレログラムを作成し、その意味を読み解いていきます。まずは振り返りです。これまで私たちは、Physics2Locox センサースイートというアプリで取得したデータを読み込み、バンドパスフィルターでノイズを除去し、移動平均でデータを滑らかにしてきました。さらに、そこから必要な区間を抽出したり、ピーク検出を行って歩行のばらつき CV 値を算出したりしましたね。今回は、これらの処理を経たデータを使って、さらに深い分析へと進んでいきます。さて、今回のテーマ、自己相関についてです。時系列データを扱う際、私たちはよく、過去のデータは未来を教えてくれるのか、という問いに直面します。例えば、今日の株価は昨日の影響を受けているのか。アイスクリームの売り上げには、去年の夏と同じパターンがあるのではないか、といった疑問です。こうした、過去と現在の関係性を数値で答えるための道具、それが、自己相関です。自己相関とは、文字通り、自分自身との相関のことです。身長と体重のように異なる変数を比べる通常の相関とは違い、自己相関では、今日のデータと、昨日のデータのように、時間をずらした同じデータ同士を比較します。この時間のずれのことを、ラグと呼びます。例えばラグ1なら1日前、ラグ12なら12ヶ月前のデータとの相関を見る、といった具合です。算出される自己相関係数は、マイナス1からプラス1の間の値を取ります。プラス1に近ければ、強い正の相関があり、昨日が高ければ今日も高い、といったトレンドや周期性が継続していることを示します。逆に0に近い場合は、無相関で、過去の値とは無関係なランダムな状態、いわゆるホワイトノイズに近い状態です。マイナス1に近い場合は、値が交互に上下するような逆の動きを示唆します。一つのラグだけを見ても、データの全体像はわかりません。そこで、ラグを1、2、3、と増やしていき、それぞれの相関係数を棒グラフのように並べたもの、それが、コレログラムです。ここで重要なのが、グラフに表示される青い帯状の、信頼区間です。この青い帯からはみ出している棒グラフだけが、統計的に意味のある相関があると判断できます。帯の中に収まっているものは、誤差の範囲内と考えてよいでしょう。コレログラムには、いくつか典型的なパターンがあります。上の図のように、グラフがなだらかに右肩下がりになっている場合、これは、トレンドがあることを示しています。昨日の影響を強く受け、その影響が徐々に薄れていくパターンです。一方、下の図のようにラグ例以外がすべて0付近で、青い帯の中に収まっている場合は、ランダムです。過去のデータから未来を予測するのは難しい状態と言えます。もう一つ重要なパターンが、周期性です。例えば月次の売上データなどで、ラグ12ラグ24といった特定の周期で相関係数が高くなることがあります。これは波打つようなグラフになり、季節性シーズナリティの存在を強く示唆します。歩行データなどの周期的運動も、このようなパターンを示すはずです。では、Python での実装方法を見ていきましょう。主に2つのライブラリーが使われます。特定のラグの値だけをサクッと知りたい場合は、Pandas のドットオートコラーが便利です。一方、複数のラグを一括計算してコレログラムとして描画したい場合は、スタツモデルズのプロットアンダーラインアクフが標準的です。今回は分析のために後者のスタツモデル図を主に使用します。実際にコードを動かしてみましょう。
まずは理解を深めるために、意図的にトレンドを持たせたサンプルデータを作成します。前回の値に 0.9 をかけてノイズを足すという処理を行い、パンダスとスタッツモデルズそれぞれで計算を行ってみます。プロットアンダーライン悪符関数を使えば、わずか数行で信頼区間付きのきれいなコレログラムを描画できます。こちらが実行結果です。作成したデータには強いトレンドを持たせていたため、コレログラムもラグが進むにつれてなだらかに減少していくきれいな階段状のグラフになりました。青い信頼区間の外に多くの棒が出ており、過去の値が現在の値に強く影響していることが視覚的にもはっきりとわかりますね。ここで少し注意点です。自己相関を正しく評価するには、データが定常平均や分散が一定であることが望ましいとされています。ただの右肩上がりのグラフなどは、見せかけの相関が出やすいため、場合によっては差分を取るなどの前処理が必要になります。今回は基本を理解するために、まずはそのままのデータで進めていきます。では、いよいよ実際のセンサーデータを使った分析に入ります。今回も、Physics2 ロコックスセンサースイートで取得したデータを使用します。具体的には、線形加速度計で計測した歩行データ、定常歩行 2.csv を読み込んで分析していきます。プログラムで CSV ファイルを読み込みます。今回のデータは、以前の工程ですでにバンドパスフィルター処理と移動平均処理が行われた状態のものです。表を見ると、TGF アンダーラインムービングアンダーラインアベレージという列に、処理済みの合成加速度データが入っていることが確認できます。まず、分析対象となる TGF アンダーラインムービングアンダーラインアベレージ列を通常の時系列グラフとして表示してみましょう。グラフを見ると、きれいな波形が規則正しく並んでいるのがわかります。歩行による周期的な揺れがしっかりと記録されていますね。これがコレログラムでは、どのように表現されるか見てみましょう。こちらがコレログラムを描画するための Python コードです。statsmodels.graphics.tsplots からプロットアンダーライン悪符をインポートし、データフレームの対象列を渡すだけで描画できます。ここではラグを200まで設定して、少し長い期間の相関を見てみることにします。出力されたコレログラムがこちらです。先ほどのサンプルデータとは全く異なり、相関係数が上がったり下がったりと、波打つような形をしていますね。これは、歩行データが強い、周期性を持っていることを明確に示しています。プラスのピークとマイナスのピークが交互に現れているのは、足を踏み出すリズムが一定である証拠です。最後に、このラグを時間に換算してみましょう。ラグ100と言われても、それが何秒前なのか直感的には分かりにくいですよね。データのサンプリング周波数を計算すると、今回は約 111Hz、つまり1ラグあたり約 0.009 秒であることが分かります。これを使うと、例えばラグ10の地点は約 0.985 秒前、つまり約1秒周期で同じ動作が繰り返されている、といった具体的な歩行周期を算出することができます。本日のまとめです。自己相関とは、時間をずらしたデータ同士の比較によって、データの中に潜むトレンドや季節性周期性を発見する手法でした。コレログラムを使うことで、データが過去の影響をどれくらい受けているか、あるいはどのような周期で動いているかを一目で把握できます。特に歩行データのような周期的運動の分析には非常に強力なツールとなります。ぜひ皆さんも手持ちの時系列データで過去と未来の関係を探ってみてください。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。